ではやっていきましょう。スウェーデン軍飯盒に合う中子ですね。中子について解説していきたいと思います。こちらがスウェーデン軍飯盒のアルミバージョンで、こちらがステンレスバージョンですね。解説動画でこの飯盒については説明しているので、そちらを参照ください。で、これは2ピースですね。2ピースなんで、本体と蓋しかありません。スウェーデン軍飯盒のアルミバージョン、これが一番ポピュラーだと思います。ステンレス飯盒はもともと作られた数も少ないし、今ではほぼ売られてないので、パスファインダーがステンレスバージョンのレプリカを作って販売してるんですけど、これを元に作ってると思うんで、これについてはまた後で説明します。一番ポピュラーなステンレスバージョンで解説していきたいと思います。スウェーデン軍飯盒は2ピースです。蓋とこの本体ですね、鍋の部分、これだけですね。これに専用のアルコールストーブ、トランギアとスベア製があるんですけど、これはスベアかな。ちょっと通常のトランギアのアルコールストーブよりも大きいです。これも解説動画で説明しています。あとこれ燃料ボトルですね。アルコール入ってますけど、これとあとクサ型のカップですね。そのセットがこの中に入ってます。こんな感じで入ってるんですけど、日本の飯盒やドイツ軍飯盒と違って2ピースなんで、ちょっと物足りない、今流行りっていうか、よくやる1合炊きをするときにですね、水蒸気炊飯とかありますけど、それ用の中子がないんで不便と思う方もいらっしゃると思います。で、いろいろ自作したりですね、他のものを流用して3ピースにしている方もいらっしゃると思うんですけども、実はドイツ軍飯盒、こっちは実物で、こっちがレプリカですの中子が合います。じゃあ実際にまずレプリカですね。レプリカと実物のサイズはほぼ一緒なんでですね、気にすることはないです。これはレプリカの中子ですね。コンテナとか行ったりボールとか行ったりですね。併式飯盒だと掛け子って正式名称言うらしいんですけど、こんだけ厚さがあるんでですね、ご飯1合とか汁物とかも余裕でできます。ちなみにここは蓋とこうやって引っ掛けてですね、ジョイントする穴が開いてるんですけど、別にいらないんで、もうアルミテープで塞いでます。塞いでても別に水蒸気炊飯は普通にできるんでですね、何の問題もないです。ただやっただけです。で、このスウェーデン軍飯盒に入れます。アルミバーですね。入ります。もちろんドイツ軍飯盒はいわゆる空豆型、こっちは楕円ですね。なんで隙間は空くんですけど、全然綺麗に入って、なおかつですね、蓋も閉まります。ここまで蓋が閉じられるとですね、余裕で水蒸気炊飯できると思います。ちょっと後でやってみようと思います。ただし蓋がちゃんと閉まらないというか、格納することができません。なんでかって言ったら、よいしょ、ここの
出っ張り部分があるんですけど、これがここで引っかかってるんですけど、これがこの分高さがあるんで邪魔をして、ちゃんと蓋のハンドルがはまらないということになります。これはアルミなんでですね、ここ叩けば平らになります。いびつにはなるんですけど、そしたらおそらくこの先のこの返しですかね、ここの部分までは入ると思うんで、ちゃんと蓋はハンドルまでですね綺麗に閉じられると思います。やろうとは思わないんですけど、ドイツ軍飯盒のレプリカはあといくつかあるんで、1個ぐらいは試しにやってもいいかなと思ったんですけど、めんどくさいんでやってません。じゃあこれをこのドイツ軍飯盒の中子をスウェーデン軍飯盒の中子として使うとして、どうやって持っていくんだって、蓋がきれいに閉まらない、ハンドルの部分がきれいに閉まらないっていうことは、この風防にも収まらないということなんですけど、ただ単に縦に入れればいいっていうだけの話です。縦に入れるとちゃんと閉じて格納できます、蓋も。なんで取り立てて不便ではないなと思います。ただしご覧のようにある程度場所を取るのでですね、アルコールストーブや燃料ボトルを一緒に入れることはできません。燃料ボトルは入るかなと思ったんですけど、微妙に入らなかったですね。微妙に入れなかったです。でもこういうスウェーデン軍飯盒とか興味があって購入される方やお持ちの方はですね、ドイツ軍飯盒のレプリカぐらいはお持ちなんだろうと思うんでですね、ドイツ軍飯盒に飽きてこっち使おうかなっていう時にこれを入れていけば、あとスペースはいっぱいあるし、この中にも物は入れられるんでですね、小物を入れたり、カチャカチャうるさい時はキッチンペーパーとか入れてですね、召喚剤というかクッションにすれば音もそれなりに軽減できるので、そういう使い方ができます。で、あと私が一番大好きなっていうか海外の飯盒で好きな東ドイツ軍飯盒ですね。こいつにも中子がありまして、この中子の中では、一番優秀かなと思うんですけど、なんでかっていったらこのハンドルがついてるんですね、中子に。でこの中子も1号余裕で炊けます、サイズ的に。ちょっとこの高さがですね、ドイツ軍飯盒より若干ここの部分の長さの分だけ、丈が短いです。じゃあこれはどうなんだって、綺麗に入るんですね。なおかつ隙間がない。じゃあこれはもう蓋が完全に閉まってこれでいいんじゃないかと思うんですけど、実は蓋が閉まりません。上蓋にくっついてきちゃう。なんでかっていうとですね、ここに返しっていうかですねあるんですけど、この部分がこの形が空豆型と楕円形なんでちょっと出てるんですね。分かりにくいと思うんですけど、ここが出てるんです。こうですね。なんでその分蓋が邪魔してですね、蓋が閉まらない。で結局これも立てりゃいいっていうだけの話なんですけど、高さがドイツ軍飯盒よりない分ですね、スペースが若干空いて燃料ボトルが実はちゃんと入るんですね。ということは燃料ボトル以外のものもこっちを使うよりですねたくさん入るということなんです。
まあやらないんですけどね。まああとこれアルミなんでですね、ここをちょっと削ればいいだけの話なんですけど、ここの部分で引っかかってるんで、削りすぎるとストーンと中に落っこっちゃいます。なんで削る左右はものすごく精密に少しずつ削らないと、実質このアルミの厚さ分だけ、スウェーデング飯盒の厚さ分だけ、ここのですねへりっていうかの部分を残して削らないとうまくいかないかなと。それぐらいだったらやってもいいかなと思うんですけど、めんどくさいんでやらないと思います。あとはですね、いろいろ小さい出物とかどうなんでしょうね。ダイソーのメスティンの1号炊きとか2号炊きとかいろいろあるんですけど、やったことないんでわからないんですけど、なんか綺麗に合うのがあるかもしれないけど、別に3ピースである必要性をあまり感じないんでですね、やったことも考えたこともありません。一番手っ取り早いのはこのドイツ軍飯盒の中号を使うのが一番いいと思います。はいはい、じゃあせっかくなんでドイツ軍飯盒の実物の中号での、じゃあ実際どうなんだっていうのをやってみたいと思いますけど、結果は一緒です。こういうふうにきれいに入って、蓋もよいしょ、あれ一緒かなと思ったら違いますね。なぜだ。ここまでしか閉まらないですね。こっちレプリカです。こっち実物です。サイズはほぼ一緒なんですけど、なるほど。ここの出っ張りが1ミリもないんですけど、0.5 ミリとかそれぐらい出っ張ってますね。でも水蒸気炊飯する上ではここまで蓋が閉まれば特段問題ないですかね。実物をお持ちの方の方が少ないと思うんで、あまり問題ないのかなと。もちろんこんだけ浮くんでハンドルは閉じられません。くっついてきますね。なるほど。実物ももう一つあるんで、もう一個の方がどうなのか確かめませんけど、一緒なのかなって。こう入れりゃいいって話ですね。実物をお持ちの方の方が少ないんで、レプリカでいいんじゃないですかね。安いし、叩いて平らにして綺麗にはまるようにすればいいし、ここに返しがあるんで、おそらく引っかかるとは思います。引っかからなくてもアルミなんでですね。でレプリカは割とチープなんで、結構いろいろ叩いてサイズ広げればここに引っかかると思います。ただこの分の高さがあった方がですね、取り出す時取り出しやすいんですよね。この高さっていうのは実はすごく重要っていうか使い勝手が良くてですね、東ドイツ軍飯盒はその分がないんで、割とここから出すのが
苦労するんですよね。その代わりハンドルがあるんで非常にその後の使い勝手はいいんですけど、ここでご飯を炊いてもですね、もう熱くてですね、まず素手で持てないし、食べる時も素手で持てないんで、手袋かなんかして食べるしかないんですけど、それが非常に私は個人的に不便だったんでですね、ほとんどこのハンドル付きの東ドイツ軍飯盒の中子で、ここも熱くはなるんですけど、すぐ冷えるんでですね、ここ持って食べた方が何かと便利なんでドイツ軍飯盒より大好きなんですね。そんなことはどうでもよくて、実物はあれどこ行った、これだ。実物の方がちょっとサイズ感のために若干蓋が浮きますよと。でもあそこまで、ここまでは閉まるんでですね、ここまで閉まったら多分大丈夫じゃないかなと思います、水蒸気炊飯は。はい、こんな感じです。はい、じゃあステンレスバージョンで見ていきたいと思います。これもアルミバージョンともう機能性は一緒です。詳しくは解説動画をご覧ください。2ピースでちょっと一つ懸念事項があるんですけど、それは実際試してみてお話ししたいと思います。入らないんですね。ここのくぼみがあるんですけど、直しちゃった。アルミバージョンはここ2本線って言って、ステンレスがここ1本線ってお話ししたと思うんですけど、この出っ張りが内側にあってですね、それが邪魔してます。アルミバージョンとステンレスバージョンの違いで、アルミバージョンの方が若干サイズが大きいとお話ししていたと思うんですけど、その影響かと思います。ステンレスだとまずドイツ軍飯盒の中子は使えないですね。ここまで浮いちゃうともう蓋とか意味がないし、そもそも蓋もアルミに比べて小さいんでですね、干渉してどうしようもないですね。こんな感じになります。東ドイツ軍飯盒の中子でさえやっぱり引っかかりますね。というわけでステンレスバージョンではアルミバージョンで使えたドイツ軍飯盒の中子が使えないということなんですね。まず今はステンレスバージョン、たまには売ってあるんですけど、ほとんど流通してないんでですね、すでにお持ちの方以外はですね、新しく購入しようとされる方はよっぽど注意して出品されるのを待つしかないと思うんでですね、使われる方はいないと思うんですけど、先ほどもお話ししたようにパスファインダーがですね、このレプリカを販売してます。ソーステンレスかな、あれ確かこいつもステンレスなんですよね。違うのかな、これは地金なんですけど、で金型多分こっちの M40 かな、 M40 って書いて、でアルミが M44 マグナムみたいですけど、逆だったかもしれないんですけど、こっちから金型を取ってるとしたら使えないですね。アルミバージョンで金型を取ってステンレスバージョンが作られているんであれば、先ほどもお話したようにドイツ軍飯盒の中子が使えると思うんですけど、こいつから取ってたらちょっと無理ですね。どうなんだろう。あんまり興味もないし買おうとも思ってないんで、
個人的にはもうどうでもいい話なんですけど、それに先ほどもお話しした通り、これを3ピースで使おうとは思ってないんで、なぜかというとですね、基本的に飯盒とか2つとか持っていくんでですね、これ1個とドイツ軍飯盒なり東軍ドイツ軍飯盒があればですね、ことは私としては足りるんで、どうでもいいかなっていう感じです。身も蓋もないんですけど、そんな感じですね。ステンレスは使えませんと。もともとお持ちの方や使っている方は少ないでしょうから、あんまり関係のない話ではあるのかなと思います。はい、こんな感じです。はい、では水蒸気炊飯を実際にやってみたいと思います。初めてですかね、このパターンでやるの。外は寒い。これご飯1合です。水はちょっと少なめにしてます。隙間があるんで蒸気がいっぱい入るんで、それを考慮一応してます。大丈夫と思います。アルストはネバニューのやつを使います。使い慣れてるんでですね、ちょっとこちらを使いたいと思います。下側で汁物でも作ろうかなと思ってたんですけど、実際やるとしたらそうなるんでですね、もうめんどくさいんでご飯だけでいいかなと。アルストは全開でいきます。水蒸気炊飯のいいところはですね、お米を浸水しなくとも炊ける、早く炊ける、その分味は直火炊きより劣るんですけど、簡単に言うと炊いたご飯としてはまずいです。ドイツ軍飯盒で水蒸気炊飯をする場合には、沸騰して15分でまず炊けますね。食べれるご飯ができます。その後ちょっと蒸らした方がいいんですけど、今回は似たような感じで15分ぐらいスチームで蒸そうかと思ってます。沸騰してきました。ちょっと蓋の隙間が気になったんで、ちょっと押し込んだらなんか綺麗に止まってしまいました。これだとちゃんと格納できるんじゃないかな。それより多分蓋開けたら中子も一緒についてきそうな感じがして嫌な予感がします。15分経ったので中身を確認したいと思います。嫌な予感しかしないな。蓋開くかな。開いた。炊けてますね。なんとギリギリまで入ってますね。これ抜くのがちょっと大変っぽいですけど、なんとかなるでしょう。少し漏らそうと思います。
こまで押し込んだら全然いけるな。はい、おっ、できたな。前半の動画が嘘っぱちになってしまったな。まあなんとかなるっつうことでお願いします。いい感じですね。さあこれ取れるかな。割と押し込んでしまったので、取りにくい。ああもうめんどくさ。ご飯はこんな感じですね。ご飯はこんな感じです。水っぽくなるってよく言われるんですけど、蒸らして食べる前に、ご飯は直火炊きでも何でもそうなんですよ。こうやってそこからですね、しゃもじとかで返すと下の方の蒸気が抜けてですね、いい塩梅に普通やるんですけどね。さあ食べてみます。普通の水蒸気炊飯のご飯ですね。まずくはないけど美味しくもないってやつです。炊いた方が絶対美味しいです。上蓋を深く締めないとこういうふうにタイトにはまらないんですぐ取れたと思うんですけど、ちょっと押し込んじゃったんでここまで入って取るのに苦労しています。なんとか取れました。熱っ。よいしょ。お米自体はコシヒカリなんでツヤツヤで良さげに感じますけど、もう少し水を減らしても良かったかなと。個人的には固めが好きなんでですね、そこはお好みで作られるといいと思います。というようにドイツ軍飯盒の中子を使ってスウェーデン軍飯盒水蒸気炊飯ちゃんとできるということです。はい、大変でした。結論から言うと、このアルミバージョンですね、スウェーデン軍飯盒のアルミバージョンにはドイツ軍飯盒のレプリカの中子が使えますよというお話でした。おしまい。